宇宙戦艦オルクスは急防状態の極みに達していた。品数の少ない商店には列ができ、流通の止まった店舗の休業率は 40% を超えるに至った。さらに部品不足からメインエンジンの転換炉の寿命も近づいていた。そしてついに決定的な出来事が起こった。メインエンジンの各部に破損が生じ、このままでは作動不能に陥るというところまで来てしまったのだ。さらに格納庫の破損によりスクラップの降下兵が放出された。地球にたどり着いた一体の降下兵を迎え撃つべくエリアルが出動。初デートを控えた和美の奮戦によってついに降下兵を倒すことができた。だが愚かな。分かった、すぐ行く。あれ、みゆちゃんどこ行くの？変なの。
これが1時間前までの巨大宇宙船の軌道です。推定落下地点は東経15度、北緯47度近辺ですから、東西ヨーロッパの中央部です。んなことは分かっとる。それで例の作戦はどうなった？オペレーションファイヤークラッカーですね。ああ、ありったけの核ミサイルをぶつけようなんぞいかにも肉食騎馬民族の考えそうな作戦だ。はい、日本時間で1時間ほど前に作戦は開始されました。ビッグバードからの最新映像です。宇宙船に対する核攻撃はアフリカ・ザンビア上空150キロから開始、以下ザイール、中央アフリカ、チャド、リビアまで、高度はほぼ100キロ前後、使われた弾頭は総計で500メガトンを超えています。何を話してるんだろう。ほとんどが砂漠地帯の上だとは言ってもだな。問題はその先です。これだけの核攻撃を食らっても宇宙船は部品一つ落としてませんが、軌道が多少押し戻されました。これを見てください。うちで弾き出した最新の軌道予測です。もっと時間を早めてくれ。はい、この時点で宇宙船は再突入します。オーストラリアのあたりだな。はい、推定墜落地点はというわけです。何ですかこれは。ですから最新の軌道シミュレーション。いや、何ですのこれ。お前には関係ない。これはトップシークレットだ。はあ。とりあえず永田町と西新宿に知らせてやれ。行くぞミヤ。たくもう盗み聞きとは情けない。痛い。おじさま引っ張んないで。でさ、本当に困っちゃうのよね。おじいちゃんたら私のことなんかちっとも考えてくれなくてさ。まあそれはもう何十回も聞きました。ね、それよりさ、受験終わったら旅行行かない？いいじゃない。ね、軽井沢なんてどう？あやテニスうまいって言ってたじゃない？一丁お手並み拝見って。ね、聞いてんの？メインエンジン第一ジェネレーターフローバルブ破損、タキオンブースター全損、 B 反応炉二次冷却システム欠損、第二ジェネレーター交流子タービンブレード破損。メインエンジン作動不能。オーバーホールが終わるまで軌道変更もできませんだと。結論から申し上げればそういうことです。とりあえず必要部品を関連各社に発注しましたが、部品が揃うのに早くとも半年とか。半年だと。それでは次の大気圏突入に間に合わんぞ。どうする気だ。地球側がまた核のクッションでも作ってくれれば別ですが、そうでなければオルクスを地上に下ろすしかないでしょうな。このデカ物を着陸させろというのか。そのための機構は備えられています。冗談ではないぞ。やるしかあるまい。お姉ちゃん早く。こんなことやってる暇ないってのに。こういうボーイフレンドができますように。何をお願いしたの？大学合格に決まってるでしょ。お待ちください。お控えください。熱中でございます。皆様落ち着いてください。岸田、貴様ここをどこだと思っておるのだ。非常事態ゆえご無礼はお許しいただきたい。その非常事態に科学者不正が一体何の用だ。
総重量10億トン、東西ヨーロッパ共同の核攻撃にも耐えた宇宙人の巨大母艦が東京に落ちてくるという国家存亡の危機ですな。人事のように言いよって。何か策でもあるというのか。ちょいとばかり時間をいただけますかな。まずこれをご覧ください。これがこの1週間で我がスケベイが計算した巨大母艦の最終墜落軌道です。関東を直撃か。次にこれをご覧いただきたい。これは君のところに依頼した大規模地熱発電計画ではないか。さよう。関東一円の電力供給のため火山脈をコントロールしてエネルギーを取り出そうという実験プラントがここにある。これを使い宇宙人を軌道上に押し戻す。名付けて伊豆七島カタパルト計画。なんだと。伊豆諸島を噴火させる気か。バカなという計画じゃ。正気かあいつは。一体何を考えてるんだ。では何か他に手があるか。すべて岸田に任せるとのことです。帝都はこの岸田が守りましょう。ごめん。どうでした？ゴーサインが出た。大島へ向かってくれ。ラジャー。おかしい。どう考えてもおかしい。何がおかしいの？おじさまたちよ。おじいちゃんたち？そう、もうすぐ松の内も終わるっていうのに、何もなくてもどんちゃん騒ぎしたがるあの連中が新年会の誘いもよこさず真面目に仕事をしてるなんて、どう考えてもおかしいわよ。静かでいいじゃない。勉強の邪魔されなくて助かるわ。あのじいさまたちが何を企んでいるのか、そっちの方が怖いわ。何企んでんの？それが分かりゃ心配しないわよ。ほっといた方がいいと思うけどな。地震みたいね。最近多いね。おじさま、ここにいるの？たく。そうだ。残り4カ所の配置終わったらさっさとずらかれ。他は変更なしだ。博士！は？博士、一体この大仕掛け何の騒ぎですか？説明しとる暇はない。さっさと帰んなさい。じゃあ説明してくれます？帰れと言ったか。第一級の秘密事項だ。部外者に話せるか。話してくれるまで帰りません。スケベ所長、岸田だ。岸田博士と確認します。何ですかこれは？仕方あるまい。説明してやる。納得したらすぐ帰るんだぞ。秘密基地ですか？いや、もっとダイナミックかつエキサイティングなものだ。ずいぶん降りるんですね。海面下5300メートルまで降りる。5キロも？そんなに潜ったらマグマに突っ込んじゃいません？安心しろ。マントル層よりは上だ。
これがモンロー型火山脈コントロールシステム本体だ。これと同じものが3つ火口を囲むように配置されてる。なんでまた。何ですかこれ。ちょっと待て。そろそろだな。来るぞ。博士、地震です。騒ぐな。すぐ。岸田だ。三倉島周りのデータが来てない？バカモン！ファイバーが切れたのなら直接取りに行かせろ。急げ。まさか今の地震も博士たちの富士火山帯一帯の地盤調査だ。それではこれは何ですか？三原山のマグマだまりに核ミサイルでも撃ち込むつもりですか？そうだよ。最大の効率を得るためマグマはプラズマ化して火口から噴射されるから溶岩流の心配はない。理論的に広島型戦略核ぐらいのエネルギーは持続して得られるはずだ。その初速は秒速20キロをはるかに超え衛星軌道まで届く。三原山を噴火させる気ですか？三原山だけではない。三宅島の小山、三倉島の小山、八丈島の東山も使う。本来地熱発電は長時間にわたりじわじわとエネルギーを取り出すものだが、これは瞬間的にポテンシャルを解放するいわば制御された核爆発だな。日本を沈没させる気ですか？なんでそんなことやってんです？知らんのか？空が落ちてくるんだよ。はい、そうですね。これが今屋上のカメラが捉えた太陽の黒点です。気象庁はこれに対して太陽黒点の活動周期が活発期に入っているための特異な現象であるとの発表を行いました。太陽黒点、あれがはい。夏美、見たよ。宇宙人？まさか。そうだよ、違うってば。旅行？そうだね。ごめんね、ちょっと忙しいんだ。また電話するから。違うわよね。これは気の迷い上空で起こったものは映画の珍しい現象である。このようなものを知っている者は身を滅ぼすことになるであろう。皆さんが目撃したものは映画の撮影だということが警察庁から発表されました。そういえばおじいちゃんの姿見ないな。みやちゃんも正月以来来ないし、やっぱり宇宙人のせい。みやちゃん。でね、あの宇宙船がここに落ちるっていうの。落ちる？落ちるって言っても宇宙船よ、宇宙船。別にあやちゃんがで、どうなるの？それが核爆発の数百倍。そうなのよね。さあ、勉強しなくっちゃ。悪いみやちゃん、帰ってくれる？ごめん。夏美？あや、どうだった？いけそう。私はね、なんかいつもと違うって感じ。夏美は2時どこ受けるの？
灯台？宇宙船がここに落ちるって。夏美、北大がいいよ。うん、北海道ってさ、とってもいいところだよ。とっても。あや、どうしたの？おかしいよ。あ、そうだ、今度のバレンタインデー誰に渡すの？ね、教えてよ。あやったらね、聞いてるの？三倉島出力 80%、 現在さらに上昇中。三宅島より出力最大のまま待機中。八丈島出力未だ 30%、 出力が安定しませんが各部に問題はありません。ハンプティ・ダンプティ現在地点575、ポイントまであと20時間。全員そのままで聞け。あと20時間で今年度におけるスケベ最大の作戦が発動される。なお、全作戦終了後、都合により延期されていたスケベ恒例大新年会を執り行う。仕事の後に飲む酒はうまいぞ。以上だ。ミヤ、いつでもエリアルが発進できるようスケベで待機してくれ。核の冬？嘘！じゃあ地球は？何？ハンプティ・ダンプティが棚から落ちた。所長、アムンゼンス港基地から入電、ドンピシャで計算通りです。太平洋上にチェイサーを発進しろ。各国の天文台とも連絡を絶やすな。地上要員は待機しろ。カウントダウン開始だ。火山脈へエネルギー弾投下開始。カタパルト計画に参加の全艦艇は位置につけ、マグマのポテンシャルを地盤の限界いっぱいまで上げる。全システム最終チェックせよ。あと1周で地表に到達します。最終到達地点相模灘。クレーターの直径は100キロ。関東一円が吹っ飛びます。八丈島より最終報告。全システム異常なし。三倉島オールコンディショングリーン。ハンプティ・ダンプティが最初の花火に接近します。ああ、こちらからも見えている。戦闘準備できているな。ええ、順調にポテンシャルを上げています。よろしい。八丈西山と東山に火種を放り込め。以下小山、小山、三原山ともタイミングに変更はなしだ。了解。八丈島西山東山にエネルギー弾を投下します。火山脈ポテンシャルエネルギー上昇。レリースバルブ限界ガス。ハンプティ・ダンプティが穴にはまります。よし、全安全弁解除。火口を開け。噴出速度毎秒 20.7 キロ、放出エネルギー10の17乗ジュール。計算通りです。ハンプティ・ダンプティの降下速度が鈍ります。すぐに次が行くぞ。三倉山大山に火種を落とせ。どういうことだ。どうやら現地人はマグマをイオン化させ、それをもってこのオルクスを軌道上へ押し上げようとしているようです。なるほど、それはありがたい。ハンプティ・ダンプティお山を通過。高度上がっています。よし、三原山へ点火弾を落とし、出力を理論限界まで上げろ。どうした？伊豆沖よりレッドサイン。何？海底の岩盤が割れかけとるだと。富士火山帯に沿って亀裂が生まれつつあるそうです。この大切な時に予想外にやわな星だ。どうしますか？やむを得火を消せ。
しかしそれでは急げ。富士火山隊の吹き飛ぶぞ。はい、こちらコントロール。カタパルト計画は中止だ。目標を元に戻すことはできなかったが、とりあえずいつばっかの時間が稼げた。よって山手線トランポリン計画を発動する。了解。わしも直ちにそちらに戻る。はっ。岸田、貴様一体どういうつもりだ。首都の鉄道と電力会社に非常動員など駆け寄ってパニックを防ぐためになんとか事態を隠そうとする政府の苦労が貴様わからんのか。もうすぐあれが落ちてくるというのに付き合ってられるか。おみや、ちょうどいい、うちまで送ってくれ。おじさま、エリアルはいつから JAL になったんです？仕方ないだろ。スケベ内のほとんどの機材がトランポリン計画に投入されとるんだ。この間の話、嘘じゃない。本で見たんだから。核爆発の数百倍の爆発が起こったら核の冬が来て人類なんて滅亡しちゃうって。あやちゃん、落ち着いて。大丈夫、そんなことさせないわよ。私を信じて。どう信じろって言うのよ。山手線内にバリアを張って宇宙船を宇宙空間へ弾き返す計画があるの。そんなことできるの？任せて。それより明日二次試験なんでしょ。そんな心配なんかしないで自分の心配しなさい。うん。頑張ってね。博士。さあ急げ、時間がない。はい。かずみちゃん。何？こら、かずみ、降りろ。お前に用はない。いや、私も仲間に入れてよ。あたくん、もう時間がないんだ。みや、仕方がない。車出してくれ。はい。どうだ、これがスケベ技術の結晶、バリア起動車だ。バリアって何？ただのハッタリよ。ハッタリとは何だ。統一場理論に基づく初の実用技術だぞ。統一場理論です。さよ、山手線上にぐるりとバリア起動車を配置し、2億ジゴワットの電流を流し込んで強力な電磁フィールドを形成する。なんですって？発信機により最大限に増幅されたフィールドは光、重力を含むあらゆるエネルギーをねじ曲げる。このフィールドを山手線内に張り巡らし、地球の重力そのものをスプリング代わりにしてあのデカブツを弾き飛ばしてやる。フィラデルフィアの二の舞する気ですか？博士、状況はどうだ？完成した分から山手線の各所定地に配備していますが、何せモデルにしたのがスケベ防衛用のバリアシステムですからね。あんなデカブツ相手に持つかどうか。原理的には対象物の重量が大きいほど効果も高いはずだ。そりゃあ理屈じゃそうなりますが、国中の加速器と関東一円の電力をぶち込むような騒ぎになりますよ。本州のど真ん中に直径100キロのクレーターを作るよりゃなんぼかマシだ。現在の船体各社の修理状況です。このままのペースでは応急修理の完了にあと720時間という計算になります。つまり我がオルクスがその巨体を惑星地表に鎮座して1ヶ月も経ってから修理が完了するわけだな。はい、主として経済的な理由により現状ではこれが精一杯で。シモーヌ、ダメです。まだ何も言っとらん。館長の言いたいことぐらいわかります。何年館長の下で経理部長やってると思ってんですか？このまま落ちろというのか？空っぽの金庫からどうやって予算を出せってんですか？私は手品師でも魔法使いでもありません。シモーヌ！なんと言われようとダメです。その
非常に危険な手ですが、着陸を回避する手がありますが。なんだと？戦闘起動時に使われる管制制御装置を反重力機関と接続して逆作動させれば、本艦を衛星軌道に復帰させられます。なるほど、その手があったか。しかし本艦ほどの大質量では。さよう。反重力作動時のジャンピングボードに地球の質量を使う場合、離脱速度を得るためギリギリまで接近しなければなりません。計算によれば必要な重力効果を得るための最大高度は 40.2 メートル。墜落寸前じゃない。その通りです。新宿駅配置完了。渋谷駅井の頭線より電力接続完了。上野から秋葉原までバリア車配置完了。ハンプティ・ダンプティ到達まであと30分。よし、10分後に全電力をぶち込む。一般家庭への送電を中断するよう東電へ連絡しとけ。泣いても笑ってもあと30分で蹴りがつく。見とれよ。ついに始まるのね。バリア発生1分前、各セクションオールグリーン。各員対ショック対先行防御。3秒前、2秒、1秒。バリア起動。バリア形成完了。起動車すべて順調に作動。大井送電所より入電。送電システムが焼け落ちました。なんだと？設定以上の過負荷に耐えられなかったようです。なんてこった。代わりに使えそうな電力源を探せ。エリアルの動力炉ならそれに見合う電力を供給できますが。よし、エリアルの現在位置は？博士、エリアルはうちに置いてきちゃいましたよ。なんだと？これから行って間に合うんですか？間に合わせる。ハンプティ・ダンプティを肉眼で確認。ハリア緊急発進用意。非常回線、こちらからエリアルを動かせ。ダメです、繋がれません。ミヤちゃん、到達まであと3分。待ってて、すぐ取ってくるわ。西南西より飛行物体急速接近。エリアルです。変電車用意。手近な電線でいい。ありったけコードを集めろ。でも誰が操縦してんの？誰でも構わん。着陸したらすぐ接続作業にかかる。早く行け。はい。こちらスケベコントロール。そちらへアヤさんを誘導しました。そうか。あやちゃん。あやちゃん、明日は。さあ、行くわよ。接続作業は終わった。用意はいいか？はい。エリアル、発進します。バリア自動車チェック終了。出力上昇 95%。あと10秒で作動。宇宙船はどこ？あれ？バリアを立ち上げろ。
どうした？地上500の地点に出現したエネルギーフィールドに接触しました。なんだと？ハンプティ・ダプティ、クッションに乗りました。どうした？なぜ止まらん？測定が合いません。全部と後部で計測質量が違います。反重力機関が異常作動しています。止められません。機関部、何をしている？オルクスを叩き落とすつもりか？各バリア車にかかる質量は一定しません。一部はマイナスを記録しています。宇宙人のエンジンとこっちのバリアが異常干渉を起こしたか。脚部ブースターノズル異常加熱、レッドサイン、ハイブスタビライザー機能喪失、腰部コネクターで接続不良、サブコンピューターブラックアウト、エリアルが壊れる。プラズマ限界値オーバー。バリア保持できない。博士！高橋、その程度で壊れるようには作っとらんわ。おじさま！もういいよ、帰ろう。バカ言わないで。地球がなくなっちゃうのよ。どうなったの？どうなってるの？あれって人間？終わった。ハンプティン・ダプティ、初速 20km パーセコンドオーバー。十分に地球脱出速度です。計画完了。宴会準備。やった
せ私は不幸の星のもとに生まれたのや。エリアルは本来各種の武器を運用するためのウェポンシステムキャリアでしかない。ヘルメットの頭頂部までアンテナ類を含まぬ全高は40メートル、無装備状態の自重は600トン、主動力であるトカマク型レーザー核融合炉は150万キロワットを発生する。さてその武装だが、近接専用 A 装備120ミリ三重シンバルカ、戦車砲と同じ威力を持ち、状況に応じて鉄鋼弾、粘着榴弾、成形策薬弾などを打ち分ける。長距離専用 B 装備、バックパックに装備されるミサイルはアマテラス4型自己誘導マルチモードミサイル、地対地、地対空、空対地、空対空などあらゆる標的を狙い撃つことができる。飛行用に装着されるジェットパックにはF01 型スクラムジェットエンジンを使用。また翼面のハードポイントに並走することもできる。白兵専用 C 装備、高身長20メートルを超す名刀正正はいかなるものも切り裂き、また盾はいかなる攻撃も跳ね返す。この他にも撃滅専用 D 装備、電撃専用 E 装備、冷凍専用 F 装備など数々の新兵器が開発中である。以上、国立科学研究所スケベイ所長岸田博士。おじいちゃん、私は絶対に乗りませんからね。